今回の話はですね、時間軸とローソク足みたいな項目のワンポイント講座なんですけど、例えばですね、今この出してあるこのチャートなんですけど、ポイントとしては、こういう細かい値動きに左右されてしまうとわからなくなるよっていう話なんですよ。一番大事なところは。で、これ今1時間足なんですけど、これ確かにですね、この辺ちょっと難しいんですよ。難しいんだけど、例えばね、こういうところとか上昇してるだけみたいなところありますよね。でも、結構細かい値動きに惑わされちゃったりすると思うんだけど、これ裏に表示してあるのが、日足なんですよね、日足。で、日足をこうやって表示しておけば、いいっていうか、早い話。で、このインジケーター何かっていうと、トレーディングビューで、これですね、マイキャンドルっていうやつ。ローソク足って打ってもらうと、ここの検索に出てくると思いますんで、その中のマイキャンドルってやつをやってやるといいと思いますよ。で、今これは上髭とか下髭とか出してるんですけど、ない場合はデフォルトではこんな感じ。こんな感じで、始め値と終わり値を色で区切ってくれるみたいな、こんな感じですね。だから1時間足でやるときに、日足を裏に表示しておけば、方向性わかりますよね。だって、これ、上昇してるなぁと。で、上昇してるんだったら、どうでしょう。これは、1時間足の下落するときに売ってくんじゃなくて、売ってくっていうより下落したときに買うって方が成功しやすいし、値幅も出やすいわけですよね。だから、こういうインジケーターを出しておくといいぞという話でございます。こういうアップダウンがね、あって結局値幅出てないみたいな時は、難しいと思いますけど、方向性は。あとはこういう高値がさっき出してたみたいに、上髭下髭にちょっと色つけといてやると、高値のところがこうやって切り下がっていってるよといった状況なんですよね。ただ下も切り上がっていってるんで、持ち合いかって話になるわけだけど、これがグレーのところはちょっと見にくいんですが、安値。ここは始め値、安値、高値、終わり値だから。で、ここも切り上がってるぞというところも確認できるとなおいいですよね。つまりこの日だとしたら、始め値より下、このエリアで買うのがいいぞということになるわけですよ。陽線が継続すると思うならね。この日はね、もしかしたらここにも移動平均線があるんで、あれかもしれないけど、この日とか、もう超えてて、この下に入ったところで買えば超えてるわけだから、こっちに日足が陽線になった瞬間に、もう上だよねって話になると。そういうことなんですよ。で、これだったらデイトレードとかもやりやすくなるよということでございます。はい。ということで、ワンポイント講座ですね。これでおしまいになります。